Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。Today, I'm gonna explain what these two dots in brackets mean in this IPA symbol. A lot of people think it means you can either pronounce it long like O or short like O, but that's actually not the case. 今日はこの記号の説明をします。よくこういう C の逆の記号にこの三角っぽい点々がついてて、それがカッコでくくられている記号を見ると思います。多くの人はこれを伸ばしても伸ばさなくてもいいっていう意味だと思ってると思うんですよね。O でもO でもいいみたいな。確かにこれを見るとそう見えますよね。でも全くそういう意味ではないんです。全く違います。なぜならそもそも英語に O と O という発音の区別がないですからね。それがものすごく大事です。こういう区別がないんですよ、英語に。だから伸ばしても伸ばさなくてもいいという意味であるわけがないんですよ。そういう音が英語にないわけですから。それで伸ばしても伸ばさなくてもいいという意味だと思っていた方、安心してください。わからないのが当然です。もう正直こんなの分かってたまるかっていう感じのことです。で、まず答えを言いますけど、カッコを無視して点々をつけてこう読むとアメリカ英語の読み方。点々をつけないとイギリス英語の読み方という意味です。点々をつけるとアメリカ英語。点々をつけないとイギリス英語ということなんです。だからアメリカ英語とイギリス英語の発音を両方できる必要はないので、自分はアメリカ英語で行くんだと決めたら必ず点々をつけて読めばいいし、自分はイギリス英語で行くんだと決めたら必ず点々をつけないで読めばいいということです。これだと単純みたいですけど、ここに大きな落とし穴があります。落とし穴が。こう書くと多くの人はアメリカ英語では O、イギリス英語では O だと思っちゃいますよね。O、O。でも全然違う音です。O、O じゃないんです。というのも、このカッコをつける表記は、ちょっと言葉は悪いですけど、ある意味横着な表記なんですよ。本当はこういう感じで、イギリス英語とアメリカ英語を完全に分けて表記する方が学習者にとってははるかに分かりやすいユーザーフレンドリーなんですよね。だからこの書き方はアメリカとイギリスの発音記号を一つにまとめちゃってスペースを節約してるんですよ。こうやって一つにまとめてアメリカとイギリスのどっちでも読めるようにしてどっちで読むかは使う人にお任せしますという感じです。で、実際紙媒体の教科書とか辞書だと字数が増えるとページ数が増えちゃったりするんですよね。私も論文とか書いてますけど、1字増えると場合によっては1文字だけ次の行に入っちゃう。だから結果として1行増えちゃう。で、場合によってはそのせいで1ページ増えちゃったりとかっていうこともあるんですよね。1文字だけ次のページに入っちゃう。だけどそれで1ページ増えちゃうみたいな。だからページ制限があったりとか、ページが増えたら余分にお金払わなきゃいけないとか、そういう場合だと1文字増えるかどうかっていうのが結構大事だったりするんですよね。だから印刷のことを考えると、できるだけスペースを節約したいっていうのはすごくわかります。ただ発音記号に関しては、ユーザーフレンドリネスよりもスペースを節約することの方を優先してしまっている。つまり、発音表記の優先順位が低いということも、日本の英語教育の現状ではあります。ユーザーフレンドリネスを優先させるなら、本当はこういう風にイギリスとアメリカをちゃんと分けて、両方書いた方がいいんですよね。それで、O と O ではないという話ですけど、まずは百聞は一見。というか、発音に関しては百見は一文にしかず。実際音声を聞いてみましょう。例えば、coffee という英単語は、日本の教科書とか辞書だとよくこの逆 C カッコ点々の表記がされてますけど、ケインブリッジの英英辞典の実際の音声はこんな感じです。coffee, coffee, 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 全然 O と O じゃないですよね。coffee, coffee, それでもしかして気づいた人もいるかもしれませんが、ケインブリッジの英英辞典みたいにもっと発音表記に力を入れてる辞書を見てみると、記号が違いますよね。発音指導を重視するならこれが本来あるべき姿ですよね。こういう風にイギリスはこう、アメリカはこうってちゃんと書き分ければ誰も混乱しないわけです。日本の辞書でもジーニアスとかグランドセンチュリーとか発音表記にこだわってるような辞書はそうしてますけど、まだまだ少数派ですね。だからこの逆 C カッコ点々を見たら、自分はアメリカ英語で行くんだと決めてる人は、音的にはこの記号、A。イギリス英語で読む場合は、音的にはこの記号、A。この A を反転させた記号。これの意味は、この記号の音の唇を丸めたバージョンという意味です。だからイギリス英語のこの音の方が若干口を丸めます。ついでに言うと、日本語の兄はよくこの記号を使いますよね。タイプライター A を逆さにした記号です。手書きの A じゃなくてタイプライター A を逆さにしたやつです。これらよりももう少し下の位置が前です。
だから、英語のこれらの音は日本語の後はちょっと違います。もう一つ例を見てみましょう。soft もよくこの逆詞括弧点々になってますけど、実際の音声は soft, 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 こんな感じです。soft, soft, それでもう少し詳しく説明すると、ウェルズっていう言語学者がアメリカとイギリスの方言に対応する母音の表をまとめてるんですけど、それによると、この逆詞括弧点々の記号は cloth っていう単語の母音に当たるんですよね。これはアメリカとイギリスで母音が違うんですけど、規則的に対応しているパターンです。まずアメリカ英語では cloth とかさっきの coffee, soft とかの母音は地域によってはこの逆詞点々の母音はあるんですけど、点々がない逆詞だけっていう母音音素はアメリカ英語にはないんですよ。だからアメリカ英語をやるんだったら逆詞点々がついたのだけを気にすればいいわけです。アメリカにはこの逆詞だけ点々がないっていう母音音素はないです。さらにさっきのケインブリッジの英英辞典で気づいた方もいると思うんですけど、soft, 標準的なアメリカ英語ではこの2つの記号の母音を区別しないんですよね。全部こっちなんですよ。これがないんですよ。だからもう標準的なアメリカ英語には逆詞の記号はないんですよ。これは別な動画でも説明しているので、そのリンクを下に貼ってあるので、ぜひそちらもご覧になってください。フォニックスでいういわゆるアメリカ英語のショート O です。一方でイギリス英語は逆詞だけのと逆詞点々という区別があるんです。この2つの区別があるんです。これどっちもあるんです。だけど、ここで落とし穴があります。これを見るとつい私たちノンネイティブは、おの区別だと思ってしまいますよね。でも音が全然違うんですよ。百見は一文にしかず、実際聞いてみましょう。pot, port, pot, port, pot, port, こっちの方は少し口を開いて、さっきやりましたね。こっちの方は、日本語のみたいな感じですよね。ケインブリッジの英英辞典では、ちゃんと音が違ってるっていうことも発音記号を変えて表記してます。日本でもグランドセンチュリーとかジーニアスとか発音記号にこだわってる辞書では変えてます。でも日本だと、ほとんどの場合こういう紛らわしい表記が多いですよね。実はこれはこれで間違ってるわけではなくて、日本ではよくジョーンズ式発音記号って呼ばれるものです。日本だと時々こっちがジョーンズ式でこっちが IPA なんて言われることもありますけど、本当はどっちも IPA ベースでこっちが簡易表記で、こっちがより精密な表記ということです。ダニエル・ジョーンズという昔の発音記号の権威のような人が、ある本ではこの簡易表記を使っていたということで、よくジョーンズ式って呼ばれますけど、別な辞書ではもちろんジョーンズ氏はこういう精密な表記も使ってます。それで英語には長い短いの区別がないということを知ってる人だったら、この表記でも長さだけじゃなくて音の質も違うんだということがわかるから問題ないですよね。わかりきったことはわざわざ書かないというスタイルです。それでこの表記のメリットは記号の数が少なくても済むから記号の種類をたくさん覚えなくてもいいという点です。それがジョーンズ氏の狙いなんです。音が違っても同じ記号を使いますからね。記号の種類は少なくて済みます。ただちゃんと習わないと紛らわしいというデメリットもあります。だから結局この表記にしてもこれにしてもこれにしても長所と短所があるので何を優先させて何を犠牲にするかですよね。どれを使うかは好みによると思います。それでイギリス英語ではこの区別があるけど、こういう風に点々がカッコでくくられているときは必ずこっちの母音で読むということです。必ず短い方の、いわゆるフォニックスでいうイギリス英語のショート O です。点々をつけてもつけなくてもいいんじゃなくて、どっちでもいいんじゃなくて、イギリス英語なら必ずこっちで読むということです。まとめると、逆詞カッコ点々の記号はアメリカ式で読むなら実際の音はこの記号、実際の音はこの記号。イギリス式で読むならこの記号、ということです。ただ、フォニックスとか英語の発音体系をすでに知ってる人だったら、もっと単純に、この逆詞カッコ点々の記号はショート O と考えればいいだけです。決して伸ばしても伸ばさなくてもいいということではありません。ついでに言うと、この逆詞カッコ点々の記号は、綴りが O で、その後の子音が G、NG、F、S、無声音の TH の時によく出てきます。これは歴史的な音の変化によるものです。これを知っておくと面白いし、発音記号も読みやすいですが、知らなくても発音の上達には関係ないでしょう。トリビアです。ところがですね、発音記号というか、英語音声学の現状をちょっとお話ししたいと思います。私はこれは学会でも発表して、私の論文でも出したんですけど、
英語音声学を教えたことがあるという25人の人に、大学院生とかも含めて、この逆詞括弧点々について聞いてみたんですよ。当時の3種類の中学の英語の教科書では、例えば dog などの母音の音声表記は、逆詞括弧点々というように、点々が括弧でくくられています。中学英語教科書では、この括弧にはどういう意味があるでしょうかっていうふうに質問したんですよね。で、そしたら、括弧点々の意味を知ってたのは、英語音声学を教えたことがあるという25人のうち、たった1人だったんですよ。で、やっぱり25人中11人は、伸ばしても伸ばさなくてもいいっていうふうに答えたんですよね。でもこれは不正解ですよね。なぜなら英語にはこういう区別がないんですから。英語音声学を教えたことがある人でさえも、そういうふうに思っちゃうくらい紛らわしい表記なんですよ。だから皆さん分からなくても当然です。じゃあなんで英語音声学の先生たちでも分からないのかというと、やっぱり一番の理由は音声学の先生たちは音声学の理論には詳しいけど、必ずしもどういうところにどういう表記の発音記号が採用されているかというところを見てる人は多くはないということです。だから今回の問題では、例に挙げた単語が dog の一つしかないですけど、さっきの coffee, soft, cloth とかの例の数を増やせば、分析して解読できる人はもう少し増えたかなと思います。あと音声学者で伸ばしても伸ばさなくてもいいっていうふうに回答した人の中で、音声学的な言い方をすると、音韻的な長さではなくて同じ音素だけど、つまり同じ母音ではあるけど、音声的に長いのと短いののバリエーションがある。つまり自由イオンだっていう回答をした人もいました。でもこれはもちろん正しくないですよね。なぜなら他の母音と違って、なんでこの母音だけがそういう長さのバリエーションを変えていいのかっていうのはちょっとよくわかんないですからね。実際そんなことありませんし。だからこれは正しくないです。あと例に dog っていう単語を使ったから、後ろが有声音だから、有声音の前だから母音が長くなる。だからカッコして点々をつけてる。っていう風に回答した人もいますけど、これも違いますよね。そういうイオン発音記号では表記しないですから。もちろん有声音の前で母音が勝手に長くなっちゃうっていうのは正しいんですけど、そういう分かりきったことを教科書とか辞書でわざわざ表記はしないということです。この点々の意味はそういう意味ではないということです。あとは、英語音声学を教えたことはないけど、英語以外の音声学を教えたことがあるっていう人11人にも同じ問題を出したんですけど、11人中2人はこの括弧点々の意味を知ってました。英語以外の言語の音声学を知ってる人の方が英語のことも詳しい可能性はあります。でもやっぱり11人中5人は伸ばしても伸ばさなくてもいいっていうふうに答えてました。まあ英語が専門ではないですからね、この人たちは。とにかくここから言えるのは、英語音声学の先生でもわからない人が多いことを、中学生とか高校生とかがわかるわけはないですよね。中高生どころか、ネイティブの英語の先生も日本人の英語の先生も含めて、音声学とか発音が専門ではない英語の先生方にも分かるわけはないことだと思います。そもそも発音記号が苦手なネイティブの英語の先生はたくさんいらっしゃいますからね。だから残念ながら悲しい現実ですけど、発音記号は事実上日本では機能してないと言ってもいいと思うんですよ。あとちょっとしたエピソードなんですけど、神田外語グループの教科書に載ってない英語の授業というので、栗本孝子先生っていう方の発音の講義を受けに行ったことがあるんですよ。で、その時に栗本先生がこの逆詞括弧点々の括弧をつける表記のことを散々愚痴ってたんですよね。というかもう日本の英語教育の発音記号に関して散々愚痴ってらっしゃったんですよ。で、私ももう全く同じ考えだったので、正直ものすごく気分が良かったです。だから本当に発音指導に熱心で発音のことを分かってらっしゃる方には、こういうユーザーフレンドリネスを優先させない書き方っていうのはあんまり好きじゃないんですよね。英語に音がいくつあるのかっていう全体像を分かってる人にしか読めない記号ですからね。でも私たちノンネイティブはそれが分からないわけですからね。まとめると、この逆詞括弧点々の記号は、アメリカ英語で読むなら点々をつけて、実際の音声はこの記号の R。イギリス英語で読むなら点々をつけないで実際の音声はこの記号の A ということです。決して断じて伸ばしても伸ばさなくてもいいという意味ではありませんよ。この動画が少しでも役に立ったと思ったら、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。